世界的なドラマーで IU の超客員教授のよよかさんに IU にお越しいただきました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。IU の中見てどうでした？やっぱ新しくて広いなとは思いました。いろんなスペースがあって素敵だなと思いました。ありがとうございます。最初にやっぱり音楽のこと聞こうと思うんですけど、はい、いつどうしてドラムっていうものに目覚めたんですか？私の記憶にはないんですけど。記憶にはない？はい、1歳半ぐらいから始めていて、で両親が、昔からユニットをやっていて、その両親がバンドをやっていて、そのきっかけで家がスタジオになっていて、でいろんな楽器があったんですよ。でバンドの練習にいろんなミュージシャンが来て、わーって叩いてて、で私がもうちっちゃい頃からハイハイしながらいろんなところを見学してたんですけど、その練習を。でその時にもう毎回私がドラムの方に近づいていってじーっと見てたらしくて、でお父さんが父がやりたいのかなと思ってくれて、ドラムの椅子に座らせてくれたことがきっかけで、どんどん上達していって今こんな感じです。1歳半？そうです。でも1歳半なので全然記憶はないんですけど。記憶にない。つまりいわゆる物心がついた時には叩けてたってこと？そうですね。ドラムとは接してました。ということはこうお話をするとか、何かこう普通に歌を歌うより先に太鼓が叩けてたんだ。そうですね。ドラムが叩けてたんだと思います。じゃあなんでそういう道に行ったのかっていうのが分かんないですよね。分かんないですね。でも家の中にそういう環境があったから自然にそこに入って。そうですね。多分そうだと思います。誰にやれと言われるまでもなく。そうですね。誰にもなんかこれをやってほしいとかはそんな言われなかったと思います。すごいな。でそれって、ドラムって僕もドラムって叩けないんだけど、楽譜ってないんでしょ？あります。あるの？はい、その楽譜を見て叩いてるんですか？楽譜は私あるんですけど、読めないんですよ。でたまにいろんなライブとか行くと読めた方がいいよとか言われるんですけど、なんかそれはそれでいいと思うんですけど、私には面倒くさくて読まないっていうところも一理あるんですけど、でもなんかその読めない人だからこそなんか出せるなんかグルーブというか音っていうかそういうのがあるなって自分で勝手ですけど自分で思ってて、でなのでなんか読めないです。すごい世界だな。いや僕それ知りたいんですよ。つまりそれはこう世界のロックの名曲ガンガン叩くじゃないですか。けどそれって音を誰かが演奏してる音を聞いてそうしたら叩けちゃうの？曲によります。でも大体の曲は 2,3 回ちょっと難しかったら 4,5 回ぐらい聴けば雰囲気とかで感じ取れるところはあります。いやーそれはどういうことなんだろう。音のなんていうかこうデータっていうか情報が頭の中に入ったらそれが手足に変換されるっていうプログラムを体の中で持ってるっていうことだと思うんだけど、それは何か鍛えてそうなったの？もともと自分で持ってたって感じ？わかんないんですけど、でも多分鍛えたわけではないので、もしかしたらやってるうちに身につけたものなのかもしれないです。すごくそのメカニズムを知りたいんですよね。つまり
大学ってこう頭の中でいろいろ勉強したりして何かを入れたものをちゃんとこう学んで自分のものにしてできるようにするっていうことをみんなでやろうとしてるんだけど、多分それとは違う世界があって入ってきたものがこう体に転換されてできるようになるっていうのはね、なんかこう秘密っていうか秘訣があるんだろうと思うんだけど、僕なんかそれが分かんないからとても憧れて、それがこう陽香さんといろいろ活動しているうちになんかその秘密というか秘訣が分かるようになるといいなって思ってます。それなら自分でも嬉しいと思います、その分かった時は。で、これからどんなミュージシャンになりたいんですか？これからは今ドラムとしていろいろやってるんですけど、最近ギターだったり、ベースだったり、あと曲作りをしてたり、そのドラムだけじゃなくていろんな楽器ができて、作詞作曲とかもできて、で絵とかデザインとかも自分でやりたいなと思ってて、でアーティストでいうとプリンスみたいなアーティストになりたいなって思ってます。プリンスが目標、憧れなんだ。そうですね、昔からマイケル・ジャクソンとプリンスはすごい聴いてて、で昔からそれもなんか記憶にそんなないんですけど、プリンスに昔からなりたいみたいな、プリンスがかっこいいとか思ってたらしくて。そんな陽香さんがかっこいいですよ。ありがとうございます。それは今もうすでにギターとかベースとか別の楽器をやっている？やってます。それはドラムとなんかこう違うっていうところあります？ギターだと、やっぱりベースだったらリズムとかがリズム体と呼ばれるような楽器なので、なんかちょっと共通点は何個かあったりするんですけど、ギターとかだとメロディーとかが結構メインなのでちょっと違うなって思ったりします。そういうのをこう太鼓は人を叩いてるドラムが叩けるようになる、ギターやベースで音を出せるようになるっていうのと、曲を作る、新しいものを生み出すっていうのはまた全然違うじゃない。それはどのあたりが面白いって思います？なんか面白い、言葉にするのはすごく難しいんですけど、でもなんか面白いというよりかパッて浮かんでくるみたいな。曲が？そうですね、なんかフレーズとかが浮かんできて、そのパッて浮かんできた時の自分の弾いてるのがなんかかっこいいと思えるのがすごい楽しいです。パッて浮かぶって曲が丸ごと浮かぶの？ギターとかベースとかが浮かぶの？なんかこういうのが浮かぶっていうのはないんですけど、でもいろんなパターンがあります。もう曲になってるものとかだったら結構曲の構成とかが決まってるものが多くて、でも自分的にフレーズが思いつくことが多いので、フレーズが思いつくんだ。それをどうやって組み合わせるかみたいなことになります。わあ、いいな。いや、僕も昔は楽器を弾いたり曲作りをしようとしたりしてたんだけど、そのね、こうパッと出てくることもあったんだけど、それ以上僕はそれでなんかこうずっと作り続けるっていうのが無理だな。僕がすごい目標としているミュージシャンのようにはなれないなと思って諦めちゃったんですけど、陽香さんはこれからすごいものを多分生んでいくだろうなって思うので、ずっとこの話してたんですけど、とっても楽しみなんですけど、いいな、楽しみにしてます。ありがとうございます。せっかくなんで学校のことも聞きたいんですけど、はい。学校は今行ってるんですか？行ってます。そのコロナで通えないっていうのが今とてもなくて、一回そのコロナが初めてすごい感染者がなって、初めて緊急事態宣言が出された時だけ休校になったんですけど、その他は私の学校だったら なってないです。今も普通に通ってます。で、学校どうです？はっきり言ってしまうと授業はつまんないです。授業はつまんない。自分が勉強ができないってところは
あるんですけど、でもなんか面白いって思ったことが本当に少ないです。なのでなんだろう、学校に行くイコール人間観察にしに行くっていうつもりで学校に行ってます。なんかこう学校がこう変わればいいのになって思うことあります？すごいあります。教えてる方じゃないのでまだわからないところとかもいろいろあると思うんですけど、やっぱり授業の内容とかがちょっと遅かったり、その内容が遅かったり、流行に乗ってなかったり。流行に乗ってない、それは難しいな。そうだよね。ちょっと考え方が古いなって思う時がたまにあって。たまにでよかったね。なのでなんか、もうちょっと新しいこととか、なんか未来のこととか、そういうことを学びたいなって思う時は何度もあります。そうなんですよ。僕はずーっとそう思ってて、60歳になったので、そんな学校を作ろうかなと思って大学を作ってみたんだけど、よよかさんには、その僕らには教えられない、例えばグルーヴを教えるとか、何か僕らが見えてない世界で見えてることが絶対あるよなと思ったから、僕らの先生にもなってもらって、何か一緒に教えてもらったり作ったりっていうことができたらいいなって思ってお願いして来てもらったんですけど、こんな大学でやってみたいことなんていうのはあります？さっき一夜さんも言ったように、そのグルーヴのこととか、音楽のことも教えたいし、でも教えるだけじゃなくて、やっぱり私まだ小学生なので、まだわかんないこととかあるので、その学生さんにも何か教えてもらうことがあったらいいなと思ってて、なので教えるけど教えてもらうっていうこともしたいなって思ってます。僕もそうでね、ここで学長なんて言ってるけど、その若い学生のみんなから教えられることの方が多くて、それこそその新しいことって僕知らないことばっかりなので、デジタルの世界こうなってるよ、ロボットの世界こうだよとか、ビジネスの世界今こんなのが流行ってるよっていうようなことを全部教えてもらいながら、僕はみんなをつないでいるっていう、そういう役割かなって思っていて、ここはそういう意味で言うと、先生って呼ぶの禁止って言ってるんだけど、先生も学生もみんな同じフラットって言ってる平たい関係になって教え合ったり学び合ったりしましょうね。だけどその教え合ったり学び合ったりしてるだけじゃそれもつまんなくて、何か新しいものを作りたいねと。それこそ曲作るでもいいし、会社作るでもいいし、新しいファッション作るでもいいし、学食のメニューを作るでもいいし、何でもいいや一緒に作ろうよっていうことをやろうと思っていて、そんなことでもしやりたいことがあれば、今そんななくてもいろいろ見つかってくると思うので、どんどんここを遊び場にして使っていってもらえると嬉しいなと思うんですけど、そういう学校とか音楽とか、そういったこと以外に、今興味あることってあります？ちょっとアーティストとして、絵とか美術とか、あと私本読んだりすることがすごく好きなので、そういう本のいろんな種類とか、絵描くのももう家族全員好きなので、絵のこととかにはすごく興味があります。こんな画家、アーティスト、音楽以外で憧れてるってあります？私は画家だとピカソが好きです。いろんな絵のバリエーションがあって、ありますね。いろんな見ると本当に一日中見てられる感じです。すごく好きです。ピカソのこんな作品っていうわけじゃなくて、ずっと好きなんですか？そうですね。いろんなものがあるので、カクカクのものとかもあるんですけど、最初私もカクカクだけかと思って見てたんですけど、昔を振り返るとすごく普通に絵が上手いとびっくりして。普通以上に絵が上手い。そうですね。
すごいなって思う。そう。すごいね。僕はピカソで思うのは、しかも、ものすごくたくさん描いてるんですよね。そうですね。普通の画家以上に何十万点と書いていて、あれが多分ピカソの一番すごいところで、時代時代によって赤かったり青かったりカクカクだったりいろいろするんだけど、ものすごい分量を書いてるっていうのが他に真似のできないところなんじゃないかなと思っていて、何かの道でプロになるかなれないかの違いって僕ずっと作り出せるかどうかだと思うのね。漫画家でも1本2本漫画描く人はいるんだけど、ずーっと漫画描けないと漫画家になれない。音楽家も多分そうで、絵のアーティストもそうで、それってね、どの世界でも多分同じだと思う、ね。ずーっとこう作るっていう、それって一つのなんていうか才能じゃなくて、なんかこうそういう力を身につけるっていうのも学校がやんなきゃいけないことかなって。そんな教えてもらえないんで、ずっと作るにはどうするかみたいな授業とかこれまでなかったから、そんなのやっていきたいなと思ってるんですよね。あとは、そうね、どっかこう将来行ってみたいところとか、やれないかもしれないけどやってみたいこととかっていうのはあります？行ってみたい場所としては、ここっていうよりかはいろんな場所。今まだ私はアメリカとタイしか行ったことないので、アメリカとタイね。他の国にももう北欧とかいろんな場所に行ってみたいなって思ってます。そうだね。そうだよね。ロックを追いかけたらイギリスも行かなきゃいけないし、ピカソを追いかけてスペインとフランスも行かなきゃいけないし、行かなきゃいけないとこいっぱいありますね。そしてやりたいこととしては、やりたいことは、やっぱり曲作りとかは本当にしたくて、本当にいろんな曲とか、いろんなジャンルの曲とか、いろんなものがあると思うので、新しく生み出したり、これを元にしてこういう曲を作ろうみたいなことをしたいなって思って、本当に、なんか、ちょっとこれ決めてなかったね。でもいろいろしたいです、本当に。いろんなことにチャレンジして、で、もしかしたら音楽よりいいものが見つかるかもしれないし。そうかもしれないね。そうですね、わからないので。なので、いろんなことに目を向けてみたいなって思ってます。優香さんが今の道をどこまで突き詰めるかってみんな見てると思うんだけど、僕は優香さんがどう変化していくか、どう広がっていくかっていうのもとっても興味があって、そんな優香さんが行く世界に僕らもごそっとついていきたいなと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。